国でのゲーム探し動画は今回が最終回。広大な中国大陸の一部分を見たに過ぎないが、それでも中国の驚くべき変貌を感じ取るのには十分であった。20年前は海賊版 DVD やゲーム、低クオリティ玩具にあふれ、子供たちもフェイクと知った上でポケモンカードで遊んでいたのだが、現在の中華人民は凄まじく豊かになっていた。こちらガチャガチャのクオリティを超越したブランドバッグのミニチュア。また、ほとんどの家庭がすでに車を所有しており、2台目の車の購入を検討しているほどだ。しかも車がハイクオリティで安い。それに呼応し、交通インフラまで完璧に整備され、鉄道乗車時の混乱や交通渋滞もほとんどない。道路拡張で立ち退いた人民にはこれでもかという豪邸を与えていた。テレビチャンネルはサブスク化されたコンテンツと化し、HD 画質のジブリアニメも無料で見れる。肝心のゲームは中国で開発した作品が市場を占めるようになり、海賊版ゲームに至っては消滅したと言っても過言ではない。中国の急成長は特殊とはいえ、対する日本経済の停滞が異常であることも実感した。中でも販売直後のゲームを中古市場に流すことは、ゲームメーカーをさらに弱体化させ、有能な人材ですらリストラされるという悪循環を生む。どうしたものか。私は今回の訪中で日本の行く末が心配になってしまったのだ。さて、先日アップした動画でも紹介したが、一般的な中国のゲーマーはスマホや PC でのプレイが中心だ。一方、これらレトロゲーム機は需要が少ないのか粗悪品が多い。よって今回の動画ではおすすめできないゲーム機として紹介したい。まずこちら、店舗ではなく中国のネットで購入したもの。日本円で6800円ほど。任天堂スイッチとほぼ同サイズ。コントローラーは外れない。中身はパンドラボックス風で、アーケードゲームをはじめ、家庭用はファミコンからプレステ1までのソフトがトータルで4000本以上収録されている。しかしどのソフトも 0.1 秒ほどの遅延があり、ゲームプレイ中にしばしばクラッシュしてしまう。また半数以上がバグなどでまともにプレイできない。音もとにかくひどい。ファミコンソフトはオリジナルから改変されているものが多い。そしてアスペクト比が変えられないため、縦シューティングゲームなどはとてもじゃないがプレイできない。唯一、銀河任侠伝だけは明け赤での移植が望めない上、まともに動いていたので価値を感じた。ただ本機に6800円出すのであれば、まともな明け赤ゲームを購入した方が良いだろう。こちらは中国の若者に人気のセレクトショップ、ミニソーで購入したレトロゲーム機。価格は1200円ほど。このショップは日本らしさを売りにしており、ゲームボーイ風のデザインもそうしたことに由来している。ファミコンソフト400本と記されているが、実際は半分ほど。左側が新しい型のようで、充電は USB-C、ビデオ出力はどちらも壊れていた。どのゲームもオリジナルから何かしら改変が加えられているが、極めて黒に近い。こちらゲームウォッチの非公認ゲーム、ボムスイーパー。ファミコンのオリジナルゲームを遊びたい方にはおすすめできないゲーム機であった。余談だが、今回の訪中で私は娯楽と名の付く場所は全て突入した。それが女性との出会い系の店舗だろうと、娯楽と関している以上、この目で確認しなければならない。直訳すると、ロマンチック娯楽会所。カラオケだけでなくゲームがあるかもしれない。お昼過ぎに放店したのだが、薄暗い店舗の中は誰もいない。もちろん営業中である。店舗の中ほどにゴージャスな廊下があった。上の階に向かうことにした。公安が賭けビリヤードをしていたので刺激しないよう退散した。さらに上の階へ向かう。4階にはロマンチックな客室があるだけであった。さらに上の階へ向かう。こちらテナントが抜けた店舗などではない。ちゃんと営業中の娯楽会所である。しかしここも誰一人いない。会所の先にゲーセンがあった。ちなみにこの扉がダンジョン出口の扉である。
ゲーセンの奥にセガレッツゴージャングルの純正筐体があった。こちらはアウトラン2006をオリジナルで筐体化したものだろう。音楽をマジカルサウンドシャワーにするも全く異なる音楽が流れていた。さて商品紹介の続きです。これはゲーム内蔵コントローラのような広告だったので購入。日本円で7800円。蓋を開けてみればただのコントローラーであった。ただ PC、スマホ、スイッチに無線接続できる。まあまあ普通のスペックだが、操作性はコリのプロコントローラーと互角か、それ以上かもしれない。そしてこちらもゲーム内蔵と思って購入したスイッチのジョイコン。日本円で5600円ほど。コントローラーの同期ボタンがどこにもなかった。どなたか接続方法を教えてください。ダンジョン5階のショッピングモールで私は強烈な便意に襲われてしまう。おそらく前日に食した火鍋の唐辛子の仕業だ。ここのトイレは古いため日本人にとってかなり厳しい一本道水洗トイレだ。メンバーシップ動画では一本道トイレをノーカットでご覧になれます。それではミニソーコンソールの気になったゲームをご覧ください。
成田に向かう航空便の搭乗口でガイドさんが中国の旅行者たちに日本滞在でのマナーを口酸っぱくレクチャーしていた。ショート動画ではわざと中国との対立を煽るような動画もあるが、中国の方々も迷惑かけぬよう努力しているので、皆さんも温かく迎えてあげてくださいね。我会在前一天晚上对